今回の産業まとめ。さようなら LG のスマートフォン。歴代シリーズのおさらい。何をやっても失敗でした。韓国の LG 電子が携帯電話事業に参入して26年目。しかし、今年の7月31日に事業の撤退をすると明らかにしました。長年韓国の携帯電話機器業界を牽引し、一時は世界でも名を馳せた企業ですが、積み重なる赤字の前に、ついにその決断を下しました。韓国国内の携帯電話シェア、ほとんどがスマートフォンでしょうが、サムスン電子が 65%、アップルが 20%、LG 電子は 13% だそうです。現在の LG 電子スマートフォンの利用者のほとんどがサムスン電子に流れると予測され、Android スマートフォンに関してはサムスンの独占状態となります。LG 電子は当初、Optimus というブランドでスマートフォンとタブレットを世界的に展開。2012年に Optimus G を発表して以降は、G シリーズとして商品を展開していきました。この時に画面比率4対3のビューシリーズも販売。これは当時ファブレットと呼ばれる大きめの端末でしたが不評だったようです。さらに2015年には V シリーズを発表。G シリーズとの2本柱という位置づけでしたが、あまりパッとしなかったようです。LG G Flex という曲面ディスプレイモデルも発表されましたが、こちらも結局売れなかったようです。LG には常に品質問題がつきまとい、信頼を落とし、徐々にシェアを失っていきました。中低価格モデルでも存在感を見せることができず、静かに撤退を決めたようです。編集書簡。今回の概要。LG スマホのシェアってどのくらい？使ってましたよ LG 端末。何から何まで提出でした。まだ売っていたの？と感じる人もいるかもしれませんが、売っていましたよ。最近では T 字になる LG ウィングなる奇抜なモデルも発表してます。いや、これも注目を浴びましたが販売につながったわけではないようで。もう国内でも世界でもサムスン電子のギャラクシーが幅を利かせているので、ちょっと変わったことをやらなければならなかったようですね。真っ向勝負ではギャラクシーや iPhone に勝てず、これといった特徴も打ち出せず、さらに常につきまとった品質の問題。その割にプレミアムフォンと銘打って高価格を維持するものだから、そりゃ売れませんよね。中低価格モデルでも明確なポジションを確保できず、世界的には中華フォンにあっさり敗れ去りました。カウンターポイントによる米国での販売シェアでは 10% 以上を確保しているという驚きの結果もあります。これが Apple、サムスンに続く第3位なんですが、一体誰が買ってるの？ちょっとうさんくさいんですよね。この調査結果。ステイトカウンターの米国販売シェアでは 4% くらいなんですよ。それでも第3位だけど。グローバルシェアではもうその代理という。要するに米国と韓国以外ではほぼ売れていないようですね。東南アジア諸国でも LG は全く見ないです。あ、某国では誰かが持っていて嘲笑されていましたよ。実は私もいくつか使っていましたよ。最初に自費で買ったのは Optimus 2X というテグラ2という NVIDIA の CPU が搭載されたモデル。日本じゃ売ってなくてどこかから輸入しました。初期の LG に多かった電源ボタン弱る問題に悩まされ、ある日突然お亡くなりになりました。あとはテスト端末でドコモかどこかで売っていたモデルもありましたけど、これも電源ボタン弱って電源入れられなくなりましたね。電源ボタンの耐久性くらいちゃんと確保してよって感じ。G シリーズは魅力的だと思いましたが手を出さず。あ、オプティマスパッドを父親にプレゼントしたかな？あんまり良い印象ないね。あれも。オプティマスパッド自体、究極の打作の一つとも言えますし。あ、Google のタブレット OS のせいですけどね。もう韓国端末なんて二度と買わないとまでは思っていませんでしたが、Google の Nexus 5X を安価で購入。これの製造元がまさかの LG 電子。なんかこの頃 LG スマートフォンはマザーボードの問題で、無限ロゴループが頻発していたとか。Nexus 5X は米国でリコール問題にまで発展したのかな？幸い私の端末は大丈夫でしたけど、ある日突然バシュッとか音を立てて永眠しました。あんまり持ち歩かないし、優しく使ってたのにこれかと思いましたよ。余計なことばかり話してしまった。LG の主な問題は経営戦略、品質、価格の3つですね。まあ全部ダメってことですけどね。
商品企画自体は面白いのに、品質がダメだから何も生きない。LG G7 新旧では BTS を起用して日本でも巻き返しを図りましたが失敗。BTS にお金払えなくなったか、今はサムスンが起用してますものね。でこういう同業種で別企業の CM に出るってありなの？とにかく品質ですね。2010年代後半からは欠陥がないモデルがほとんどなくて、どういう品質管理をしているのか不思議なくらい。サムスンがバッテリーを爆発させても LG に乗り換えようと思わないんだからどうしようもない。韓国国内でそれだから海外では中華フォンに流れる。韓国国内でサムスンと二強という意識があったからか。低品質なのに価格で張り合い続けるという自滅戦略で行き場を失ったわけです。撤退の機会は5年くらい前からずっとあったと思いますが、勇気を出せず、ここまでダラダラ来ました。それでも最後に勇気ある決断ができたことは評価します。遅すぎたけど。ゆるりんって LG 使ってたんだ。知らなかった。そっか。白雪さんと会った時はまだガラケーだったからね。メイン端末。なんかちっちゃいの持ってたよね。うん。シャープのスライド式の。ほんの数年前まであれ使ってたんだよ。突然なくなったね。ディスプレイが下手ってね。10年くらい使ってたと思う。すごい。そんなに持ったんだ。そっちの方がすごいね。スマートフォン事業なんだけど、結局日本で残ってるのはシャープと富士通とソニーかな。京セラもかな。シャープだけしか残らないと思ってたけど。全然知らない。あ、シャープはゆるりん持ってたね。ああ、あれは姉にもらったんだよ。一時期お財布携帯専用になってたけどね。私はずっと iPhone だから、他のは全然よくわからないね。ギャラクシーくらいかな？知ってるの？使ったことないけど。白雪さん、Android 使ったことないもんね。うん。だから本当に全然わかんない。昔はカシオとか NEC、東芝、パナソニックなんかも作ってたんだよ。どんどん撤退しちゃったね。東芝しかわからないけど。あ、NEC は会社で見たことあったんだった。どれも名だたるメーカーなんだけどね。収益性が悪化して将来性が見込めないとさっと撤退したよ。辞めるのも大変そうだよね。そこなんだよね。LG は回復が見込めるとか、アフターサービスを考えてとかでなかなか踏ん切れなかった。それで、結局失敗したってこと？うん。結果論ではあるけど意味がなかったね。二強メーカーとしてのプライドも邪魔したんだと思う。そういうのあるんだ。じゃあ韓国はサムスンだけになっちゃうね。国産メーカーではね、約500万台 LG のスマホがあるらしいけど、ほとんどサムスンの低価格機種に行くんじゃないかって予測が出てるよ。サムスンまた儲かっちゃうね。なんか、選択肢が少ないというのもかわいそうだね。まあ、中華フォンでも選べばあるんだけど。仲いいからいいんじゃない？国民レベルではそうでもないと思うけど。ゆるりんってネックスピーカー使ってるよね。実は最近それほど使ってない。そのあたりに放ってある。うわ、そうなんだ。そういえばこの前もしてなかったね。音漏れ漏れだったよ。なんだろう。突然別になくてもいいかなと思い始めた。今のディスプレイのスピーカー、音大きくないし。あ、そういうこと。ウェブミーティングの時、相手が何言ってるかわからないんだけどね。それまずいじゃん。あ、ところで私ね、どうしても今年欲しいものがあるんだ。任天堂スイッチでしょ？ぷぷー、それはそれ。あ、まだ諦めてないんだ。正解はネッククーラー。首からかける扇風機ってあるけど、それの上を行く、ネッククーラーというものがあるんだよ。首からかけるってぶら下げるってこと？違う。ぶら下げるんじゃなくてまさにネックスピーカーのように肩の上にちょんって置く感じのやつ。今年の夏も通勤電車内はマスク確定だよね。だからネッククーラーが欲しいんだ。見た目もおしゃれなのが出てきてるんだよ。九州大学工学博士が考案したものとか、1万円近くするんだけどね。まだどれにするかは決めてないよ。夏の暑い時にマスクって考えると今から憂鬱だけど、ネッククーラーさえあればきっと快適だと思うんだよね。今の時点で全く想像もつかないけど。
汗をかいている人を横目に涼しげな顔で電車に乗ってる自分を想像するとなんか楽しくなるよね。あの人だけなんで涼しそうなの？あの首にかけているおしゃれなものは何って？ふふふ。ああ、早く暑い夏が来ないかな。さっき白雪さんからもらった URL の商品見てみたんだけど、温熱と EMS って書いてあったけど。じゃあ違ったってこと？首を温めてマッサージする機器じゃないかな。じゃあそれじゃない。間違った。どうやって間違えたのよ。